先が鋭角になるように落とします。ちょっとね、エビですね。エビは胴体の方にだけつけます。皆さんこんにちは。今日はお店で出している天ぷらをやります。黒エビを使った天ぷらです。いくつかエビの仕込みのポイントがあるのと、あと後半では揚げるところにもいくつかポイントありますので、最後までゆっくりご覧ください。今日はエビの天ぷらの時の仕込み方をやります。まず頭と尻尾を落とすんですけど、よくあるのは定食屋さんとかで出てくるエビの尻尾をこの辺で落とす、こういう風に落とすやり方。これ別に悪くないんですけど、料理屋さんでは全開まで広げてちょっと引っ張るんですね。グッて押してちょっと引っ張る。これぐらいでまっすぐ揃えますね。この先が鋭角になるように落とします。ちょっと嫌がってますけど、はい。で、頭の先、これ後で頭は頭で上げるんで、その時に、跳ねないように落とします。ちょっと静かにしておいて。で、広げてちょっとすぼめて、ここまっすぐ、ね、ここが鋭角になるようにします。で、頭の先っちょ、ね、ここに空気が溜まっててパンって弾ける時があるのでできます。で、お腹の部分で頭と胴体のつなぎ目があるんで、そこに親指の爪を当てて、で引っ張ります。でこの時に頭に背わたがついてくるんで、これを手でしっかり掴んで引っ張ってあげると全部取れます。頭は後で素揚げにします。こういう感じですね。こうすっと取れます。天ぷら屋さんの仕込みとしては殻を剥くんですけど、いつもお店によっていろいろあると思うんですけど、結局過食部分を広げたいんで、一番最後のところまで剥きます。これですね。この一番最後のここまで剥いてあげます。この部分まできれいに剥きます。こういう感じですね。で、こっちも同じように。この一番最後のまっすぐのところの殻も剥いてしまいます。こっちはしっかりとぐるり全部剥いてあげます。こういう状態ですね。このまま火を通すとこう丸まりますね。繊維の力で丸まってしまうんで、丸まらないように目を入れます。まずお腹の方から、線に向かってこういう感じですね。半分よりちょっと下ぐらいまで包丁入れます。これを今度上から押さえてあげるんですね。その時に指を当てて、これ外に広げるような形で、ブチブチブチって言うんですけど、切れ目を広げてあげる感じ。これでもう丸まらないです。こういう状態。これでもう丸まらないです。こういう状態で。黄色い人参と、蜜芋という種子島の甘いさつまいもと、しその葉っぱと海苔ですねを揚げていきます。頭は後で素揚げにします。卵の黄身を水で伸ばしたもので、ここにちょっと氷入れて温度下げてます。ちょっと低めの温度に。温度差がある方が天ぷらきれいに揚がるんで、ちょっと混ぜて冷たくしておきます。はい。
片栗はそんなにグルテンないんでよく混ぜておきます。カリッと揚がる一つの要素ですね。これをしっかり混ぜておきます。でここに薄力粉を混ぜるんですけど、これはしっかり混ぜないようにします。混ざってるとこと混ざってないとこがある方がいいんですよね。こうざっくりと、ちょっとダマがあってもいいんですけど、ざっくりと混ざる感じですね。で油の温度を見ます。ちょっと垂らしていただいて、下につく手前に上がってくる感じですかね。こういう感じですね。これがベストな170度から175度の間ぐらいです。これで温度見るのが一番手っ取り早いですね。で、硬いものから揚げていきます。まず人参。で、さつまいも。で、エビですね。エビは胴体の方にだけつけます。で、しその葉っぱ、これは片面にだけ衣つけます。海苔もそうですね、片面にだけ衣をつけて揚げていきます。なるべく軽く揚げたいので、衣の量はできるだけ少なめに、ね、素材の色が見える程度がいいですね。最初にしっかり筋伸ばしてるんで、いい感じにまっすぐ上がってますね。で、あとのものは素材の柔らかさ、硬さが火が通ったらもうそれでいいという感じです。エビなんか別に早く揚がるんで、衣がしっかり固まればもうそれで大丈夫です。緑色の野菜は早めに引き上げる。これでしっかり油を切ります。で、頭を素揚げしますね、このまま。すぐ揚がりますから。
上がりましたら、まずエビの頭、この角みたいなとこ持ってこう引っ張ると取れます。こういう形ですね。で、野菜が今日はもうシンプルにお塩でこういう